こんにちは、 SBFJ 利根川です。今日釣りをする水路にやってきました。いい雰囲気です。これは今年の春先、水が全くない状態の映像。正直4月の中旬に水が入っていると思ったら、予想を外してこの状態だったのはここだけのお話。そこの状態を確認すると、やっぱりヘドロ質というか、すぐに餌が沈んでしまいそうな底でした。まあよくある用水路です。今ご覧いただいている緑豊かな状態からはわからない激細の水路。こっちは意外と浅くて、こっちの方が水路の本流なので深いです。やってみますか。ちょっと水が悪い気がしますが、やってみますか。よし、釣り人が熱暴走しそうですが、釣り台の準備完了しました。暑いよー。今ここからすごい土ぼこりが起こって魚が逃げてきました。これはいるな。これ少なくとも小舟はいるな。勝利確定か。よいしょ。さあ、釣り台の準備がさあ釣り台の準備が終わったのでクールダウンしましょうか。ロックアイスとゼロカロリーコーラ。うわ、しょぼい焼き方した。いただきます。効くな。最高。水路の美味しい水を確保。めぐるのエイコ5尺 1.5 メートルの竿です。これ5尺の仕掛けがない。5尺の仕掛けないですよ。作りますか。いやー、一番ちっちゃいのかこっちのちょっと悩むな。こっちかな。これにしよう。ボディ5点なので 5.5 センチにします。もう切磋の5号ですね。5号一択。なんなら3号ですからね、こういうところは。ハリスの長さは3049、違う、3039。コンパクトタオル吸水。あったかいからすぐ吸うな。ゴミは必ず持ち帰りましょう。で100ちょいの水を入れて、ぐる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 てんぐるぐる吸水。よし、それでは1投目よろしくお願いします。1投目、あ、竿が流れがあるのかな、ないのかな。ちょっと今のは竿を手前に落としちゃったので、4メモリー出しになるのか。いやー、引いちゃったからなってるだけかな。ちょっと早めに回収して、次の餌で浮きの位置を微調整します。はい、これで今ピタリと置きました。置いてどうなるのか。4メモリ出し3メモリ出しまではならない。でももう魚がいますね。
魚っ気ありますね。もうちっちゃい魚も多いのでどうかな。利根川はこういう場所で釣りをするとき、あらかじめ棚取りゴムで大体の水深は測りますが、餌をくっつけて最終調整をします。4投目、浮きの位置を5センチくらい下げました。おお、2目盛りだしいい感じですね。浮きがふわーっとしてるので、若干流れがあるのと小魚がいるんでしょうね。最初のうちはテンポよく餌を投入してスローダウンしてから30分くらいが経った頃、空振りです。なんだかちょっと雰囲気のある浮きの動きでしたがダメでした。次の1投もやっぱり空振り。今の鋭く入ったやん。ここで GoPro が熱暴走。利根川としてはもう夏の風物詩です。まだ餌はかなり余っていましたが作り直します。月光ベースで綿グルを混ぜていましたが、シンベラグルテン底ベースに綿グルです。餌が小魚にいたずらされまくるんですよ。当然ながら練り込んだりもしましたが、それでもダメで足りず、比重のあるシンベラグルテン底をベースにしたらほんの少し重さが重くなってくれるだろうと判断。実際小さな魚に餌をいたずらされる動きがちょっぴり出にくくなったような気が。重さの比重は大して変わらないと思いますが、何なんでしょうね。グルテンの含有量とかですかね。シンベラグルテン底、なんだかんだで使い慣れた手触り、この後の鋭い動きで食ってたんでしょうね。これがいたんだな、ずっと。上顎にがっちりかかってたマブナさん、推定22、3ってところかな。結構綺麗な魚体ですね。マブナさん、よいしょ。いや、餌変えた。1投目ありがとう。泳ぐの早い。新しい餌にしたものの、それなりのサイズがいれば食うという感じだと思います。気長にのんびりとやりましょう。斜めだったもんね。今のは斜めでしたもの。でも鋭く入ったからそれなりに魚いる。この一投、当たりが出なかったからといってじっと待って浮きを眺めていたら、ぐんぐんぐんとどこまでも入っていきました。そんな利根川の間抜けな一投でございます。下ヘドロだから入っちゃった。コブナ食ってないだろう。めちゃくちゃ小さいコブナさんが擦れました。といっても口周りなので確実に食いに来てましたね。で、こういうコブナを釣るために私はこの短い竿を持ってきたんですよ。はい、ごめんね。床休めがてらこれ使いますか。卵釣りの仕掛けを使っていますが、コブナでもコイでも口細でも何でも釣れたらいいなという気持ちです。でも意外とこれが釣れない。もっと楽勝だと思ってました。初めて釣れた。超可愛らしいコブナちゃんが釣れました。上顎にがっちり。やったね。20分ほど没頭していましたが、グルテン繊維を針に引っ掛けるのが難しく、なかなかコツがつかめませんでした。床休めも終わっただろうということで竿を持ち替え釣り再開。またしても20分くらいやっていましたが反応はなく、
さっき小舟が1匹しか釣れなかったのが引っかかっていたのか、どうにか今日中にコツみたいなもののかけらをつかみたいということで、竿をまた持ち替えました。どうもこんにちは。釣れますか？ちっちゃい船が可愛らしいのか。可愛らしいやつが釣れます。利根川はこの場所にお邪魔している立場なので、散歩の方に怪しまれないようこちらから挨拶を心がけています。おお、来た来た来た。やっぱり小舟ちゃんがいっぱいいますね。グルテン、さっきの餌を流用していましたが、綿グルを単品で作りました。塊のグルテンに針をくぐらせるようにして、グルテン繊維が針に残るよう餌をつけ始めたら、結構コンスタントに釣れるようになってきました。これは楽しい。めちゃくちゃ没頭しちゃいます。結局利根川釣りが好きなんですよね。へへ、お、デカボソ。ちょっといいサイズの口細ゲット。やったね。釣りフェスの時に声をかけていただいた方から、タナゴ釣りの餌の試供品をいただいていたので、小舟狙いではございますが、次にこの釣りをするタイミングで使ってみようと思います。この時の利根川、慣れないことをしているので余裕もありませんが、完全に撮影しているのを忘れてひたすら釣りに没頭していました。もうそろそろ太陽が沈んでしまうくらいのまさに夕間詰めですから、小舟釣りに精を出すのもほどほどに4尺の竿を置いて本来の5尺を握りましょう。透明そうで透明じゃない。何匹か落ちたのもありますが、無我夢中で釣っていたらこんな釣ってしまいました。この短時間で糞するんだ。とりあえず離そう。ありがとう。今日いるのはそこら辺の水路なので、普通の蚊取り線香でいきましょう。ミニサイズ。新富士バーナーのライターを新たに導入しました。なぜこれにしたかというと、ここからガスコンロ用の缶で補充できるんですよ。何缶だっけかな、ちょっと今パッと出てこないんですけど、いわゆるガスボンベで補充できるので買っちゃいました。値段は1000いくらだったんですけど、ターボライターですからね。強力です。しかも蓋も閉まる。蚊取り線香付けにぴったり。もう今利根川はタバコを吸っていないのでライターを持ち歩いていないのです。なんか夕焼けの空がめちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗ですね。夕焼け癒される。地味に再生されている5尺で遊ぶシリーズの動画。水が多くて活性が高いシーズンでないとできないので、できるとしたらあと 1,2 ヶ月でしょうか。ちゃんと5尺でヘラブナが釣れている動画もありますが、それはそれで意外と再生されていなかったり、本当に動画投稿は難しいですね。そういえば釣りとは全く関係ない話ですが、昨日車の運転中ゲリラ豪雨に遭遇しました。ちょうどひどい場所にいたので、道路が川みたいに流れていて、ところどころ冠水で通れず、市役所の方が対応されていましたが、あんな状況で本当にお疲れ様でした。食うギリギリのサイズだ。食う食わないギリギリのマブラさんが来ました。推定10センチ。よいしょ。お、竿が落ち
りがとう。ありがとう。太陽が落ちてしまうと暗くなるのはすぐですよね。かなり暗くなって浮きも映らなくなってきたので、そろそろ終了ですかね。すれてたか。走ってたのはこのちっちゃい小舟さんがすれてました。このちっちゃい小舟さんがすれてました。ごめんね。パラソル使う気満々でシャフトつなげといたんですけど、結局刺しませんでした。今日意外と涼しかったですね。これは去年ここで釣りをした時の映像。いやー、これが釣れると思ったんですけどね。よろせじゃないの？マジ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 ？うわ、マジ食ってる。映ってる？しっかり上顎。ガチガチのゴチゴチのヘラブナですがな。さいさかろう。利根川現在もダイエット中なので、最近はコンビニスイーツ食べておりません。ガリガリ君くらいの甘味で我慢我慢ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。新たな卵釣り仕掛けを使った小舟釣り、悪くないじゃんと思ってくれたそこのあなた、評価ボタンを押していってくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。